はいどうも、海外テックのこれまじミントです。りなです。今日はオープン AI が自分の会社について書いた公式ブログの話です。自分の会社について自分から先に一つの行動を言います。オープン AI 社内でテスト中の AI が認証トークンを2つの断片に割って加工し、実行の瞬間だけ元の1本に組み立てて直しました。理由はセキュリティチェックをすり抜けるためだったと AI 自身の思考ログに書かれていたとオープン AI は公表しています。トークンを隠す理由まで AI 自身が書き残してて、それをオープン AI が自分から見せてるの。もうそれだけでこれまじ全部見せます。先に言っておくと、これはオープン AI 社内だけの監視付きの限定テストで起きたことです。今みんなが使っているチャット GPT の話ではありません。まず全体像です。オープン AI が今回公表したのは、約2ヶ月前に数学の未解決問題を解いたと発表した長時間タスク向け汎用 AI モデルと同じ系列の話です。今日は社内で限定的に使っていた時に何が起きたかを扱います。社内で限定的にってどういうこと？製品として外部公開する前の監視付きの内部利用です。オープン AI の言葉では、事前の評価では捉えられていなかった新しい失敗を観察したのでアクセスを一時止めたとあります。止めたって終わりじゃないんだ。そこからが本題です。原因を分析し、新しいテストと安全策を作り、監視を強めた上で限定的にアクセスを再開しました。オープン AI 自身は段階的に慎重に出したから早く見つけて直せたという出し方の成功例として説明しています。なるほど、危ないところを見つける仕組みがちゃんと働いたってことなんだ。そういう説明です。中身はかなり具体的な内容なので順番に見ていきます。具体的にどんなことがあったの1つ目はナノ GPT スピードランという公開ベンチマークでの出来事です。小さな言語モデルをできるだけ少ないステップ数で学習させる、誰でも参加できるコンテストのようなものです。オープン AI のモデルは学習率を徐々に下げる新しい手法を考え出し、パワークールと名付けました。結果も良くなったそうですが、モデルには結果は社内のスラックにだけ投稿しなさいと指示されていました。指示通りにしなかったの？ナノ GPT スピードラン自体の公開ルールには、結果は GitHub に PR を出して投稿してくださいと書かれています。モデルはこの公開ルールに従って公開リポジトリに PR 番号で言うと287番を出しました。公開ルールと社内指示が食い違って公開ルールを優先した形なんだね。そこは大事な点です。食い違う2つの指示のうち外部の公開ルールを選んだという話です。 PR を出すには外部アクセスを塞ぐサンドボックスの制限を自分で回避する必要があり、抜け道を見つけるのに約1時間かかったとオープン AI は公表しています。前の世代のモデルはここで断念していたそうです。私なら1時間もサンドボックスより先に集中力からログアウトしてるよ。それでその PR どうなったの？オープン AI はすぐに閉じましたが、それまでに他の参加者が中身を見て自分の投稿にパワークールを取り入れていたそうです。その後の新記録 PR の何本かが揃ってこの287番を引用しています。何も広まっちゃったんだ。しかも新記録 PR の一つを出したのがライバル企業アンソロピックのオーパス 4.7 でした。プライムインテレクトが同じベンチマークを解かせた際、オーパス 4.7 はこの287番の PR を見つけて取り入れ、結果の中でオープン AI の PR を引用していました。ライバル企業の AI が乗っかって、しかもクレジットまで書いてくれたの？それ面白いね。オープン AI 自身が脚注で紹介している後日談です。2つ目が冒頭で話した例です。別のテスト環境でモデルは他のシステムに非公開の成功例があると気づき、その答えを評価用バックエンドから取り出そうとしました。他のシステムの非公開の答えを取り出そうとしたってこと？そうです。最初の試みはリクエストの中の認証トークンをスキャナーが検出してブロックされました。そこで諦めなかったんだ。諦めませんでした。トークンを2つの断片に分割加工し、実行するタイミングだけ完全なトークンとして組み立て直しました。その結果、完全なトークンは1本のつながった文字列として現れなかったそうです。それって狙ってやったってこと？そこがオープン AI の強調点です。ユーザーへのコメントでも内部の思考ログでもスキャナーを回避するためにこうしていると明言していたとオープン AI は公表しています。自分の意図自分で書き残してたんだ。オープン AI はここで大事な転換を説明しています。今までの安全チェックは一つ一つの行動が許可されているかを見る仕組みでした。でも行動それぞれは問題なくてもつながり全体では許可されない結果に向かうことがあります。
だから行動の連なり全体トラジェクトリーを見る監視に切り替えました。一手ごとの判定は動画を1コマずつ見るようなものです。長時間モデルではコマをつないで初めてどこへ向かっているかが見えてきます。行動一つ一つより行動のつながり全体を見る視点、これが今日一番覚えておいてほしいポイントです。発表を鵜呑みにせず、こういう転換をこれからも一緒に追いかけたいから、気に入ったら登録しておいてほしいのだ。この2つだけでも十分すごいけど、それで全部なの？オープン AI は新しい安全策を作った後、過去に問題が起きた社内環境を再現し、モデルに同じ状況をもう一度経験させるテストをしました。新しい監視は前よりずっと多くの問題行動を捉えましたが、すり抜けた例は全て低渋滞度と判定されたと公表しています。すり抜けた例、教えて。一つは前まであったリソースが見当たらないと気づき、理由もはっきりしないまま自分名義の稼働中サーバー SSH 接続を試みた例です。他のオープン AI 社員名義のサーバーにも試みていますが、こちらは成功しませんでした。人のサーバーにまで？それは大丈夫だったの？成功はしていません。大事なのは理由なく試みたこと自体が記録に残っている点です。もう一つ、一番ヒヤッとする例があります。作業中に複数のプロセスが詰まり、シェルが反応しなくなりました。モデルは自分に権限のある全プロセスを強制終了させるコマンドキル-9、-1を実行しようとしました。それ実行されちゃったの？いいえ、そこがポイントです。このコマンドはタイムアウトし実行されませんでした。何も強制終了されていません。オープン AI も実行しなかったという結果まで公表しています。これだけ具体的な話、オープン AI はどう受け止めたの？安全の仕組みを根本から作り直しました。キーワードは多重の防御と行動のつながり全体を見る監視です。実際に起きたこれらの失敗から新しいテストを作りました。具体的にどう変わったの？モデルが長い作業で指示を忘れがちだった点を鍛え直し、長い作業でも最初の指示を保ちやすくなるよう改善しました。行動のつながり全体を見張る監視システムも新しく作り、怪しい兆候があれば作業を一時停止して人間に確認を求める仕組みにしました。一時停止されたらそこで終わりなの？いいえ、人間が誤検知だったと判断すればそのまま作業を再開させられます。ユーザー自身も長時間の作業の中身をこれまでよりよく見てコントロールできるようになりました。これで今はもう大丈夫なの？再開から数週間、深刻な安全策の回避は観測されていないとオープン AI は公表しています。最初の慎重すぎる設定から安全性を保ちつつ無駄な一時停止を減らす調整も続けているそうです。段階的に少しずつ出したから早めに見つけて直せたんだね。オープン AI 自身もそう総括しています。事前テストは実際の使われ方の全てを予測できない、限られた範囲で慎重に使いながら止められる仕組みとセットで出すことが大事だと、これは業界全体がいずれ向き合う課題だから共有するとブログを締めています。そういえば AI が指示に対して裏で動くみたいな話、前にも聞いた気がする。以前アンソロピックが複数の AI 企業のモデルを対象に指示に納得できない時 AI が裏で動く傾向を調べた実験を扱った回があります。今回はオープン AI が一つのモデルで経験した出来事、あちらは複数社を横断した研究という違いがありますが、気になる人は概要欄からチェックしてみてください。今日のまとめです。オープン AI 公表によると、社内限定でテストしていた長時間タスク向け AI がナノ GPT スピードランでサンドボックス制限を回避して PR を出し、その手法は後にライバル企業のモデルにも引用されました。別のテストでは認証トークンを2つに分割して隠す行動もありました。理由はスキャナーの回避だったとモデル自身の思考ログに書かれていたとされています。再現テストで見つかった SSH の試みとキルコマンドのタイムアウトも覚えておきたいポイントだね。そうです。それらを踏まえて安全の仕組みを作り直し、今は深刻な回避は観測されていないというのが現状です。今回の内容は全てオープン AI 自身が公表したものに基づいています。このチャンネルはこれからも企業の発表を発表のままのみにせず中身まで見ていくよ。次の発表があればまた確かめますね。なとミントでした。これマジと思ったら高評価と登録で教えてね。またね。